実質へようこそいらっしゃいませ。真夏に始めさせていただいたシャコンヌシリーズですが、早くもね涼しい季節になっちゃいました。早すぎる。つうわけで今回はギター演奏のシャコンヌについてでございます。言っとくけどね僕は素人で音大で音楽を教えるとかやってないんで、しがらみないんで好き勝手言わせてもらいますから、逆にそこを楽しんでね、こいつバカなこと言ってるな、はははと面白がっていただければ幸いです。はい、ではですね、ギターでシャコンヌってね、私のおすすめはあなた自身で弾いてください。もうこれにねつきますね。はい、何のギターでもいいですよ。エレキでもね、アコギでもね、別にクラシックじゃなくてもいけるはずです。とにかくギターという楽器をやっているなら、もうねこの曲のギター編曲版はいろいろ出版されていますからね、これをねやらないのはもったいないんですよ。もったいなさすぎます、人生ね。でもそれお難しいんでしょと思いますよね。確かにね、人前で弾くくらいきちんと演奏を仕上げるのは簡単じゃないですよ、もちろん。っていうかね、プロの方でもこの曲をライブのプログラムに入れるのはなかなかの冒険と聞きますしね。で、いいんですよ。そこまでね弾けなくても自分で音を出してね感じるものがあるっていうのはね、もうそれだけでね音楽素晴らしいと思いませんか？僕は思うんですよね。でね、それをね実感させてくれるのがこのシャコンヌと言いたいわけですよ。でね、ちょっとね理由があるんです。はい、これはね、完璧な持論なんですけど、他の人から聞いたことあまりない、あるかな、ないと思うんだけど、そもそもねバッハってオルガン演奏の人じゃないですか。オルガンって知ってます？楽器っちゃ楽器だけど機械っちゃ機械なんですよね。キーのオンオフしかできない。で、大まかにね強弱はつけられるけど、一つ一つの音の抑揚なんてね絶対できないんですよだってパイプに対しての空気を入れるか入れないかのオンオフしかできないんだから。だから実はねこのシャコンヌもコンピューターに入力して自動演奏してみるとねたまげるんですよ。何にも加工してない強弱とか長さとかエンベロープとか何にもやってない。ただ音を並べただけでもねちゃんと音楽になり上がるんですよ。びっくりですよ本当にね楽譜を並べただけでね、あら不思議、すでにもう格調高い音楽芸術になっちゃってるって。ちょっとねやってみたので聞いてみてください。シャコンヌの前半部分のね、シャコンヌってこの先もあるんだけど、大体2ページ目のこの上の方、この辺のところですね、13小節ほど入力していました。
どうですか？別にね、この13選んだ13小節が特別だってわけじゃないんですよ。これはたまたまなんか適当に選んだ13小節で、こういうね、こういうものがね、バーッとねバーッとつながるわけですよ。もうたまりませんよ、もうそれがね、シャコンヌってやつなんですよ。もう音をなぞるだけでぶっ刺さってくる、心にぶっ刺さってくるってね。ちなみに僕はね、この曲の楽譜を初めて手に入れたのは中3の時だったんですよね。結構はっきり覚えてて、学習塾の帰りに大宮の楽器店によってね、まあ解説とか読むと難しそうだけど、すごい曲みたいだし、単発で買う分には高くないし、まあ背伸びして買ってきまして、試しにね、こうある時に日曜の昼下がりとか弾き始めましたらですね、まあ曲は知ってた、なんか録音で演奏は聞いてた。でも自分で音を出すの初めてだったんだけど、それでね、なんかね、止まらなくなったんですよでそのまま最後までね、初見でね、音を拾ってね、弾き切っちゃいましたね。いや止まらない読書みたいだったのをすごい覚えてる。普通そういうのってさ、結構疲れるからもう数行やって投げ出すっていうのは僕の普通のパターンなんだけど、シャコンヌだけはね、そうじゃなかったんですね。もう音の魅力に引っ張られちゃいましたね。すげえもん感あるんだって思いましたよ。でね、ギターっていいですよね。手軽だから、もう音もすごいでかくないし、ピアノみたいに重くないし、まあ安く買おうと思ったらね、数万円で手に入るし、そりゃいい音を求めたらね、どんどん高くなっちゃいますけど、とりあえずね、バッハを体験するならね、数万円のギターでもできるし、そんな手軽なギターでもとりあえず背伸びしてシャコンヌ、これもういいっすよ。まあね、曲としては14分ぐらいあるんで、最初からねガリガリ弾くっていうのはまあ普通は無理なんですけど、毎日ねお付き合いするわけですよ。毎日1回っていうか、まあ1週間に1回でもいいですけどね、だんだん飽きないんですよ飽きないからそれが続くんですけど、そうやってね、ちまちまと20年30年って付き合ってくるとね、さすがにだんだん指も覚えてきて、でもやっぱりちょっとね難しくて弾けないところが残るわけですよ。でその弾けないところをね、ギターの先生に相談してレッスンを受けたりして改善していくとね、まあ、そのままギターのね、練習の最適化になるっていう、そういうわけですよ。はいただこの皆さんにおすすめしたいギターのシャコンヌですが、演奏でおすすめっていうのはね、ネットでなかなかあんまりなくてね、少ないと思います。多分ね、その理由は自分はアマチュアとしてさせるしかないことなんですけど、やっぱね、ネットでタダで聴かせられるものではないっつうかね、これはさすがにお金をもらって弾かないといけない曲だよみたいなねそういうのはあると思います。もちろん動画がね、たくさん見られれば収入につながるんですけど、クラシックでね何十万カウントも伸びることは稀だしね、なかなかハードルは高い話です。で演奏だけで良ければね、古いセコビアの名なんかもあるんですけど、まあ、それもそれでぜひチェックしたい素晴らしい演奏なんですが、弾いている姿もね見せていただけるのは、まあ多分これかなとね。もうレッド公開して14年前のものですよね東日本大震災の前ぐらい、あの頃の動画です。で僕見た時はまだ数百とか数千のカウントだったんだけど、今500万視聴すごい。ジョン・フェリーさんのシャコンヌです。これねアップが古いけど実は音も映像もね最初からすごい綺麗で、何よりね
教会チャーチで録音されてらっしゃるっていうのは風情がいいっすねやっぱねバッハを録音するならキリスト教への理解っていうか共感みたいなものはなんか欠かせないなと感じますね。やっぱりいや別にクリスチャンでない人がシャコンヌを弾いたらダメっていうわけじゃないですけど、でもねなんだろう、アイルランドの教会でもう演奏というそれだけでなんかいいんすよ。間違いなくて本物っていう感じがする。でこのフェリーさんもうお堅い方のように見えますけど、お演奏もお堅い感じなんですけど、実は若い時はエレキギターやってらっしゃった、エレキギターの演奏家として活躍してたらしいです。ロックミュージシャンとは書いてなかったけどどうなんでしょうね。でその記録はネットで見つからなかったんだけど、まあ割とありがちですよね。エレキでこうスーパーテクを身につけてリズムを完璧習得して、女子にモテて、でも大人としてねおもむろにクラシックに転向なさるっていうパターン。なんつってもねフェリーさんの素晴らしいのは生まれがね出身がアイルランドの方でアイリッシュミュージックもねやってらっしゃるっていうことですね。アイルランドといえば円屋が有名ですよね。自分も今でもよく聞くんですけど、そういう北の精神性通貨のピュアで深くてナチュラルで、だからその若い時のエレキのテクニックとか、そしてアイルランドの精神性とか、この2つのバックボーンをね持ってるってね、もうそれだけで羨ましいですよね。このフェリーさん演奏家としての評価も高い方ですが、アイルランドのね大学で音楽の先生をずっとなさっていて、フェリーさんに教わった方でも結構出てきてらっしゃるみたいです。アレックス・オリアリーさんっていうとアメリカのウィキに書いてあったけど、いい感じの動画ありましたね。素敵ですよ。はい、ところでちょっと皆さんラーメン好きっすか？美味しいですよねこう特に寒くなってくるとね思い出すのが北海道にいた時の札幌味噌ラーメン。あれね味噌スープに玉ねぎのまろやかさが加わるのがねいいっすよね。はい、もちろん豚骨ラーメンも大好きなんですよ。本場博多でも食べたことあります。白こってりしたスープうまいですね。あと近年ね流行で削り節を効かした和風ラーメンっていうのもね、あれもすごいですね。もう削り節の香りがボーンと襲ってくる破壊力もうそれがラーメンとしていいか悪いかというよりもうひれ伏して満たされるしかないっていうもうはいそんなやつでね。なんでこのラーメンの話になるかっていうとね、実は私ね豚骨魚介っていうのだけは苦手なんですよ。わかります豚骨っていう肉系のスープと魚介海の幸のスープとこれミックスしたラーメンっていうのがね納得いかないですよねすいません。でねなんかねステーキにねオマールエビのソースをかけて食べるなんてやります？フランス料理だってこう肉料理と魚料理を分けるじゃないですか。肉魚料理の皿ってないわけですね。でねそこがねでこれと同じようなことをね実は僕は日本人の方の演奏するシャコンヌにね感じてしまいがちなんですよ。すいません。すごくうまくて技術的にはケチのつけようのない高評価の演奏でもなんかね違和感に苛まれることがあるっす。キリスト仏教みたいなキリスト仏教演奏魚介豚骨キリスト仏教みたいななんか混ぜちゃいけないものが混ざってる感じがあるとちょっと困っちゃうんですよね。はいすいません。とりあえず、フェリーさんの演奏おすすめなんで聞いてみてください。もうギター演奏で500万再生ってねありえないですよね
もう演奏自体も気合十分だし、安定もう、弾き慣れていらっしゃって安定してるし、気高いし、素晴らしいものでございます。で、多分ね、これ断定はしないけど、フェリーさんがこの演奏で使っているギターはダマンでしょうね。ヘッドとロゼッタだけではね、まあ似た同じコピー品なんかもあるんでわかんないけど、音やっぱりダマンっぽいですもんね。ダブルトップギターの代名詞、デビッド・ラッセルとかね、パルエコさんなんかも使ってらっしゃるダイナミックでキレがあるやつ、いい楽器ですよね。まあ、我々が持とうと思ったら多分中古でも400万ぐらいは覚悟しなきゃいけないやつかな。もうね、このマティアス・ダマンでシャコンヌってもうこれだけでね、ご飯が3杯は食べられますよね。わかります？外国の方には分からないから、その音さえあればおかずはいらないという意味でございます。何言ってるのか自分でもよく分かりませんが、ぜひ聞いてみてください。聞けばこれはいろんな意味で本物だと思います。アイルランドのギタリストジョン・フェリティアンさんによるギター演奏のバッハシャコンヌを最後におすすめさせていただきます。では、では、実践でした。ありがとうございました。